こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はこちらの動画の続きで持ち手を編んでいきます。最初にバッグに印をつけていきます。2つに畳んで真横にくる縦線の延長上のところの目に印をつけます。印をつけた編み目から51目開けたところがもう一つ印をつける編み目になります。2つ目の印も真横にくる縦模様の延長線上になります。ここから1つ目の持ち手を編んでいきます。編み図がこちらになります。印をつけた編み目の隣が1つ目になります。そこから16目開けたところが編み始めになります。ここから糸を引き抜いて鎖3つで立ち上げます。鎖4つ編んで編み始めの糸を引っ張って立ち上げ3つにしています。ここから長編みを15目編んでいきます。長編みを編んできました。印をつけた隣の編み目が長編みの15目になります。2段目は裏にして鎖1つで立ち上げ、ここから細編みを16目編みます。細編みの16目は下の段の鎖で立ち上げた3つ目に細編みを編みます。これで2段目が編めました。表にして鎖3つで立ち上げ、2つ目から長編みを15目編みます。長編みを編んできました。これが15目の長編みになります。裏にして鎖1つで立ち上げ、細編みを16目編んでいきます。細編みが16目編めたら表にして
鎖3つで立ち上げ、長編みを15目編んでいきます。この長編みの段と細編みの段を繰り返して編んでいきます。長編みの段が9段目まで編めたら1つ目の持ち手が完成です。編み終わりの糸は長めにカットして引き抜いておきます。同じものをあと3つ編んでいきます。2つ目の持ち手は印をつけた隣の編み目から鎖3つで立ち上げます。ここから長編みを15目編んでいきます。1つ目の持ち手と同じものを編みます。長編みが15目編めたら裏にして鎖1つで立ち上げ、細編みを16目編んでいきます。この2段の繰り返しで1つ目の持ち手と同じように長編みの段が9段になるまで編んでいきます。糸をカットして引き抜いておきます。ここから1つ目と2つ目の持ち手を縫い合わせていきます。最初に2つ目に編んだ持ち手を2つに畳んで糸処理しておきます。最初の目と縫い合わせます。続けて横部分も縫っていきます。2つ目の細編みの段まで縫い合わせてきたら、細編みの段のところに紐を通して糸処理をします。だいたいこんな感じになります。糸をカットして、ここから1つ目の持ち手と縫い合わせていきます。1つ目の持ち手も2つ折りにして編み始めと編み終わりの目を縫い合わせます。ここから1つ目と2つ目の持ち手を合わせて縫い合わせていきます。縫い方に決まりは特にありませんが、1つ目と2つ目の持ち手の編み目を合わせて1目ずつ表面から裏面に縫っていきます。
裏も同じように縫い合わせていきます。一周縫い終えたら1本目の持ち手のサイド部分も縫い合わせておきます。2つ目の細編みの段のところまで縫い合わせてきたら、細編みの編み目に糸を通して糸処理をします。これで1つ目の持ち手が完成になります。もう一つの持ち手も1本目と同じように編んでいきます。印をつけた編み目から16目のところが最初の鎖3つの立ち上げになります。ここからは1本目の持ち手と同じ編み方になりますので、動画は省略させていただいています。1つ目の持ち手と2つ目の持ち手の間は19目になります。2本目の持ち手も1本目と同じように編んで縫い合わせていきます。完成です。お疲れ様でした。しっかりと仕上がるので、ペットボトル、お財布、スマホなど重みのあるものを入れても大丈夫です。毛糸の持ち手が暖かく、これから寒い季節のちょっとしたお出かけにぜひ編んでみていただけると嬉しいです。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。編みたいものなどリクエストがありましたら、今後の動画作りの参考にもなりますのでコメントいただけると嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録